いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は潮汐について解説していきます。釣りをしている皆さんは、大潮、小潮、満潮、干潮、このような言葉を何度も聞くし、意識して釣りに出かけている方も多いと思います。ですが、それぞれにどのような意味があるのか説明できる方って少ないですよね。この動画を見れば、潮汐の意味もわかるし、潮汐を表したタイドグラフから釣れる時間を読むことができるようになります。そこで本日の目次です。潮汐の仕組み。潮回り。上げ南部、下げ南部。潮汐とマズ目の関係。まず、潮汐の仕組みについて解説していきます。そもそも潮汐というのは、海面の水位が約半日の周期でゆっくりと上下に変化する現象のことを言います。潮汐が起こる主な原因は、月が地球に及ぼす引力と、地球が月と地球の共通の重心の周りを公転することで生じる、慣性力を合わせた起張力です。要するに、月の引力と地球が回転している時の遠心力で海面が上下すると覚えておけば大丈夫です。そして地球は1日に1回自転するので、多くの場合は1日に2回満潮と干潮を迎えます。この潮汐の特徴として、太平洋側よりも日本海側の方が潮汐が小さいことが挙げられます。その理由は、小さな湖に潮汐が起きない理由と同じで、日本海は地球規模で見れば外海と接続する海峡の水深が浅いからです。そして潮汐を説明する上で必ず潮回りという言葉が出てきます。潮回りとは、大潮、中潮、小潮、長潮、若潮の5種類が規則的に変化することを言います。そこでそれぞれの潮回りについて解説していきます。まずは大潮です。大潮とは、満月と新月の頃に起きる潮位の差が一番大きい状態のことで、魚の捕食活動が活発化して最も釣りやすいとされています。次に中潮について解説します。中潮とは、大潮とこの後に説明する小潮の間の期間の潮で、潮位の差は文字通り大潮より小さく、小潮より大きいです。潮回りとしては一番多い潮回りとなります。次は小潮について解説します。小潮は、干満の差が小さく、捕食活動も鈍って釣りにくい潮回りの一つとなります。次は長潮について解説します。長潮は、潮汐の中では一番変化がない潮回りで、魚の活性が最も低く、魚が釣れにくい時期です。最後に若潮について解説します。若潮は、干満の差が大きくなり始める潮回りですが、まだまだ魚の捕食活動は鈍い状態です。この潮回りは、大潮、中潮、小潮、長潮、若潮、中潮、大潮に戻るの順番で回っていきます。そして、この潮汐では釣れやすい時間帯を上げ南部、下げ南部と表現することがあります。この丸には潮汐の満潮と干潮を起点とした数字が入るのですが、あえて丸という表現にしています。なぜなら起点に決まりはなく、人によって異なるからです。釣り人の間では、上げ7部、下げ3部、上げ3部、下げ7部がよく釣れると言われています。そこでまずは上げ7部、下げ3部から解説していきます。上げ7部、下げ3部は、満潮を10分目、干潮を0分目とした場合によく釣れる時間帯を表現しています。具体的に説明すると、干潮時から満潮時の潮位差を10分割し、満潮を10分目、干潮を0分目とします。そして干潮から潮位が上がっていく上げ潮の10分の7分目が上げ7分となります。
今度は満潮から潮位が下がっていく下げ潮の10分の3分目が下げ3分となります。次に上げ3分、下げ7分について解説します。まずは同じく干潮時から満潮時の潮位差を10分割して、今度は干潮を10分目、満潮を0分目とします。今回の場合だと、干潮から潮位が上がっていく上げ潮の10分の3分目が上げ3分となります。そして満潮から潮位が下がっていく下げ潮の10分の7分目が下げ7分となります。この図解からわかる通り、何分目については0分目の基準をどこに置くかで変わっているだけで、結局は同じところを指しているのがわかるかと思います。だったら表現は同じでいいんじゃないかと思いますよね。おそらく上げ潮や下げ潮で地域によって釣れやすさが違ったりするので、複数の表現があるのだと思います。いずれにしても3分目と7分目前後は釣れやすいということです。今度はもう少しわかりやすく時間で見てみましょう。冒頭で1日に2回満潮と干潮を迎えると説明しました。つまり約6時間のサイクルで満潮と干潮を繰り返していることになります。これを3分目と7分目に当てはめると、満潮と干潮それぞれから約2時間前が当てはまる時間となります。時間に当てはめることで、だいぶわかりやすくなったのではないかと思います。ただし、地形や場所によっても異なるので、あくまでも目安であるということを認識してください。最後に、マズメと潮汐の関係について解説します。皆さんは満潮や干潮よりも朝マズメや夕マズメに合わせて釣りに行く方が多いのではないでしょうか。まずはマズメについてざっくり説明すると、マズメとはプランクトンの移動に伴い魚の活性が上がる時間帯のことです。そしてその時間帯は日の出・日の入り時刻のそれぞれ前後1時間程度だと言われています。つまり先ほどの魚が釣れやすい3分目と7分目にマズメの時間が重なるところが最も釣れやすい時間であると言えるわけです。しかしながら釣りに行ける日が潮汐とマズメの巡りがいい人は限りませんし、重ならないからといって行かないという人は、特に働いている人であればほとんどいないでしょう。ですから潮汐とマズメの巡りがいい日に当たればラッキーくらいの軽い気持ちがちょうどいいのかもしれません。簡単にまとめてみます。釣りをする上で潮汐を無視することはできません。その潮汐には大潮、中潮、小潮、長潮、若潮の潮回りが存在し、さらに約6時間おきに満潮と干潮を繰り返します。そしてその満潮と干潮の約2時間前が最も釣れやすい時間帯となります。もし日程をうまく調整できるのであれば、その釣れやすい潮回りとマズメの時間帯が合う時間を設定してみてください。そうすればどんな魚でも確実に釣り上げることができるでしょう。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。